ゲイってすごく孤独だなと思ってる人は多いと思うんですけど、友人関係一つとってもなんかゲイの友情ってすごく特殊だなと思うのが、相手の本名を知ってる人が果たしてどれくらいいるのか問題ってあるじゃないですか。名乗ってるのが2丁目ネームだったりすることもあるんですよ。例えば翔太って名乗ってても実際の名前は翔太郎だったり、ひどい時は本名は翔太じゃなくて高志ですなんてパターンもあったりするので、まあ20年くらい前の店子さんとか本名とかけ離れた名前にしてるとかすごく多かったんですよ。で、自分の知り合いで亮って名前で店子してて、で名前同じですねって言ったら、あ、でも本名は亮じゃなくて和人なんですよって言われたことがあるので、今はねゲイを隠すみたいな時代ではなくなってきているので、若い子とかその SNS も自分の本名でやってたり、下の名前とかでねやってたり、その2丁目ネームみたいなものって今若い子はほとんど使ってないんじゃないかなって思うんですけど、でもドラァグクイーンの人たちとかは今の時代でも下の名前すらわからなかったりしますよね。なんかその女装同士のつながりとか見てても本名全然知らないとかよく聞くので、やっぱりそこを見てものんけの友情とはちょっと違うかなって感じるんですよ。友達って学生時代の同級生と大人になっても仲良しってパターンが一番多い気がするんですよね、のんけの人たちは。あと次に職場とか、まあどちらもみんなお互いの本名を知ってるところから始まるじゃないですか。でもゲイのつながりって最初からフルネームを明かすことなんてほとんどないんで、学生時代の同級生とこう濃い関係を何十年経っても続けてるゲイってあんまりいないんじゃないのかなっていう。やっぱりノンケとゲイではこう話も合わなくなってくるし、こう生活スタイルとか価値観とかも変わってくるので、まあその同級生がたまたまゲイだった場合はね話が変わりますけどね。でもたまに聞きますけどね、そのノンケの同級生と未だに毎月会ってるみたいな人とか。でもすごく少数派だとは思います。ゲイの世界で友達を作るっていうのは基本大人になってからになっちゃうんですよ。で、大人になってからの友達作りって結構難しいなって感じるのと、若いうちはやっぱり下心とかもあるんで、だこっちの世界の友達って昔そういう関係になって今は友達みたいなパターンもすごく多かったりして、やっぱ友達になるまでのこう過程もちょっとのんけの世界と比べて複雑だったりもするんで、もちろん全員がそうだとは言いませんけど、友人関係一つとってもゲイの友情ってすごくやっぱ特殊だなって本当に思うんですよ。あとこの年になるとちらほら訃報が飛び込んできたりするんですよね。何ヶ月かに1回のペースで。でその時にすごく思うのが、ゲイっていうセクシャリティが足を引っ張って相手が家族にカミングアウトしていなかったり家の事情とかが複雑だったりすると、亡くなった時にこう友人知人ですらお通夜とかお葬式に呼んでもらえず最後のお別れもできないパターンもあったりで、自分の知人で一度あったのが、家族にゲイっていうことをカミングアウトしたんだけど家族に理解されなくて、でなんか腫れ物扱いされてしまって、でその子が亡くなっちゃったんですよ。でその時とかはなんか一枚のお知らせだけでこう密葬みたいな形で、相手の家族がもう多分ゲイが嫌いでもうゲイの人たちに関わりたくないしってパターンだったみたいで、まあそれはね考え方は人それぞれなので仕方ないことなんですけど、そういうすごく悲しいのがあったりとか、でも逆にこう家族が寛大で理解ある人たちで2丁目でみんなでお別れ会してあげてくださいっていうところもあるんですけど、まあだから友人だったのにお別れできないっていうのもゲイならではだと思うんですよね。でも結局大半の人たちが年を取って両親も亡くなってこうパートナーもいなくなって、である日気づいたら、あれそういえばあの人最近見ないねってこう周りに言われ始めて、
もう生きてるのか死んでるのかさえ分からなくなってるっていうパターンがこう一番多い気がしますね。でそれを見てやっぱゲイの人生って孤独だね、早死にの人も多いしなんてこうゲイバーで皆さん言ってたりもするんですけど、でも自分はあんまりそこに関しては悲観してなくて、なんていうのかな、そもそも人ってどんな人生を歩んだとしてもみんな最後は死ぬんですよね。結局死ぬ時って一人じゃないですか。で旦那がいて子供がいて孫がたくさんいても死ぬのは自分だけで、まあ入院中に家族が家に帰ってる時死ぬかもしれないし、逆にどんだけ家族に囲まれて見守られててもこう自分だけが死ぬわけで、一家心中ならねみんな一緒だけど、そんな不幸な死に方って普通しないじゃないですか。だから結局最後は誰もがもう一人で死ぬんですよね。だからゴールがみんな同じなら、やっぱり人生って死ぬまでどう生きるかが全てなのかなって、最後一人でアパートで死んだとしても、若い時中年の時老人の時ってこうそれぞれの時代にこう親友がいてモテて好きなことやって遊んでで健康でって人生を送ってたら、それ最高の人生じゃないですか。でも最後がそういう部屋で孤独死だと世間は最後一人で寂しい人生だったねって言うんですよ。一人をこう孤独と捉えてる人たちが多すぎるのかなって、もっと一人をこう自由と捉えていいんじゃないかなって思うんですよ。ましてゲイならなおさら、死ぬまでにたくさん遊んで充実した日々を送った経験や記憶があれば、こう死ぬ時は一人ぼっちでもいい人生だったと思うようにしたいなって自分は思うんですよね。死ぬ時に家族に見守られて亡くなって最後は家族に囲まれて幸せだったなんて周りは言ったりするじゃないですか。でもそれは周りの意見であって本人がどう思ってるかなんて実際わからないし、逆に病院でこう一人にいる時に亡くなって見送れなかったって家族はさ、かわいそうなことしちゃったとか言ったりするじゃないですか。でもさ、本人は満足して幸せに亡くなったかもしれないし、そんなに死ぬ時って一人じゃダメなんですかねって思うんですよ。自分は両親も亡くなってね、で親戚もみんな50代とかで亡くなってるので、孤独死確定なんですけど、孤独死ってすごく世間ではマイナスにとらわれるんですけど、はっきり言って死ぬ時が今来たとしても気楽なんですよ。もう30代も後半なんで、この世代だと周りのゲイたちの親って70代80代が多いんですね。で介護の問題だったり、その東京に田舎から出てきてる人とかはやっぱ田舎にこう帰る選択をする人もいるんで、やっぱ兄弟いても自分だけ独身で他の兄弟は家庭があるから、やっぱ独身のゲイのお前が親の面倒見ろってなるし、そういうしがらみがなくて自分のことだけ考えて生きればいいので、もう本当に今楽なんですよ。これ強がりじゃなくて。でも多分今死んだらきっと世間は寂しいゲイが孤独死って捉えるんですよね。でもうそれが本当余計なお世話なんですけどね。だからさっきもちょっと家族へのカミングアウトみたいな話しましたけど、家族とか親族がたくさんいるとか、こうカミングアウトの問題もあるじゃないですか。で昔ある女装の人が小ガチャに失敗してごめんなさいみたいなことを言ってたんですけど、すごい孫を欲しがってる両親だったんだって。それで一人息子でも自分はゲイだから孫は見せられないし、で田舎の厳格な人たちだからもうカミングアウトもできなかったらしいんですね。でそれで東京で女装として活動してたんだけど、でその間もこう両親から結婚はまだかみたいな催促をずっとされてて、でそうこうしているうちに母親が亡くなってしまって、でその後父親も認知症になってしまって、
で父親は一人で田舎のね一軒家に暮らしてるから実家に帰ったんだって。でしばらくして父親が亡くなったんだけど、葬儀の時にその女装の人がね、結局ゲイであることを両親に言えなかったっていう安堵の気持ちと、自分は孫を見せられなかったしゲイであることを両親に隠してしまったっていう罪悪感が襲ってきて、その両方の気持ちがね、安堵の気持ちと罪の気持ちっていうのかな、でずっと懺悔の気持ちでいたんだけど、母親の死後に実は母親は自分の父親と再婚で前の旦那との間に子供もいたって事実が発覚したんだって。でそれを聞いた時に、人間言わなくてもいいこともあるんだなってなったんだって。その再婚で子供もいたって衝撃の事実が母親からの最後のプレゼントに思えたらしくて、あなたはゲイだったけど悩まなくていいんだよ、誰にだって言わなくていい秘密はあってもいいんだよって言われてる気がしたってことをその人がなんかで言ってて、で今の世の中ってカミングアウトしてこう分かり合える親子関係は素晴らしいとか、孤独死は寂しくてかわいそうとか、変な固定観念みたいなのあるじゃないですか。でもそれって人によってそれぞれ生き方も違うし、何が良くて何が悪いなんていうのはこう周りじゃなくて本人しかわからないことだから、本人が死ぬ時にああいい人生だったなってこう思えるかどうかが全てなんじゃないかなって思うんですよ。別にカミングアウトしなくても孤独死でもいいんですよ。世間はいろいろ言うだろうけど、そういう世間の風潮にね惑わされずに、こう自分の生きたいように充実した人生を送ったもん勝ちかなみたいな、そう思います。岩明宏でした。皆さんもね充実した人生を送ってください。でガラスの破片が私にだけ刺さらなかったの。で、この紫のドレスは、当時、日本には紫がなくて、私が色を調合して作った色なの。で、当時、銀パリという素晴らしい喫茶店に、丸山明宏という名前で、メケメケを歌って一世を風靡したんだけれども、で、